ます西田店長です。先生のキャッチです。今日は何？今日は鬼しめシリーズ第2話、火に染まった霊界水にどんな魚を入れていいのか。この質問結構ありますもんね。めちゃくちゃあるねえ、まあ確かにここ詳しくちょっと説明はしてなかったんで、ということで結構皆さんから質問コメントの多い鬼締めについての中でのこの血に染まった霊界水にどんどん魚を入れていいのかっていう、ここにフォーカスを当てて今日は喋っていきたいと思います。では早速動画いってみましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピチ TV 始まるよ。はい、ということで血に染まった霊界水にどんどん魚を入れていいのか。じゃあそもそもこの動画から見出した方にはちょっと何の話かわからないと思うんで、軽く説明すると、鬼締めっていうその霊界水にどんどんエラを切った魚を入れていくっていうのをうちは提案してるんですけれども、そのどんどんクーラーボックスに入れていくと、もちろん血に真っ赤っかに染まってくると、そこにも僕らはまだどんどん入れてってる、その映像が出てるんで、皆さんそれ大丈夫なのと、この質問ですよね。そうです、大丈夫なんですよね。その理由を説明しましょう。まずクーラーボックスに袋に入った字が難しいねんな。氷って難しくない？難しい。まあペットボトル氷でもいいよ、入ってるわけじゃないですか。でそこにこの海水、クーラーボックスに海水入れることで冷海水っていうのができる。でここに釣れた魚をエラ切ってどんどん入れていくと、まあエラ切らんでもいいけど、どんどん入れていくと、どんどん入れていったらどんどんここが赤く染まってくる。染まってきます。血の海だ。でもまだ釣れるやん。釣れる。まだ入れる。まだ入れちゃう。ポンポン。そうこれ大前提に、これを新しく変えれるのであればもちろん変えた方がいいけど、そんなことって船の上でできるわけない。氷の限界もあるし、クーラーボックスの個数の限界もあるし、だからどんどん入れるしかないっていう前提でのお話を聞いてくださいね。だからなんでここに入れてってもいいのか、そもそもなんで霊界水に入れるかっていう話をしていきましょう。皆さんも一緒に僕と考えてみましょう。はい、じゃあこの魚って霊界水にしか触れさせたくないっていうのが僕たちがずっと提案してることで、霊界水にしか触れさせなかったら何が起こるのかっていうのをまず考えてほしいんですけど、これ極端に真水に入れちゃった魚、嫌な顔してね、結果分かってるから。魚に真水を当ててしまうと何が起こるのかっていうと、反発力がもうなくなっちゃうわけよ。だから魚って海水の中にお湯入れて塩辛くなってる？乗ってない。なってないやろ。ってことは海の中で反発し続けてるわけよ。肌が。そういうことですね。それを真水の中に入れちゃうと、その反発力がなくなるから入ってきちゃうわけよ。何もかも。それが鮮度を悪くさせる第一歩目。なるほどね。だから氷が溶けた真水が入ったクーラーボックスには絶対入れたらあかんし、氷も直接当てたらあかんねん。なるほど。氷に当たって身が焼けちゃうってなるやん。あるっすね。0度以下になっちゃって、あれそれも悪いねんけど、そんなことよりもその溶けた水が当たってるのが最強に悪い。なるほどね。最強に悪い。ほんならですよ、これもし霊界水じゃなかった血に染まった真水やったとしたら、もうこれ絶対ダメっすね。これ絶対ダメやし、その真水って絶対めっちゃ臭い。皆さんその霊界水、その血の匂い大丈夫なんて言うけど、言いますね。全然匂いへんやろ。全く匂わない。あれ全然匂わないんですよ。これほんま試してほしい。なんでかって言ったら、この霊界水 100%、いつも言ってる 100% の霊界水、ここに入れた魚っていうのは海水しか触れてないんで反発し続けるんですよね、肌が。だから身に何も入ってこないし、鮮度を保たれるっていうのを俺が言ってるわけ。なるほど。だから血抜き中に真水で絶対に血を抜いてはいけないし、霊界水で抜いてくれっていうのを皆さんにお願いしてるんですね。でもね店長、そうやって血の海に染まった霊界水に入れますけど、その中で血抜きして、もう一回その血がこうまた帰ってくるって、それなんか血抜きって言えるんですか？それ言ったら血がもう出ちゃってるところに入れると血を取り入れながら出すから一緒ちゃうのって。そうです。この質問も多かったな。多かったです。説明しましょう。じゃあまずね、現場着きました。まず海水汲みます、クーラーボックスの中に。で買ってきた氷、もしくは家から持ってきたペットボトルに凍らした氷、これを袋を開けずに、キャップ開けずにボン入れます。でクーラーの中をこれで冷やしときます。で釣りをします。よっしゃ来たーっつって、来たおーアジ釣れました。それをですよ、クーラーボックスちょっと開けて言うて、はいいいってガチャーっつって、いいです。それをボンです。入れます。でも周りもボン釣れてる。京介君早く釣らな、逃げてもダメ。ちょっと待ってすぐやります。ポイッつって投げて、まだ来たーっつって、それまだ釣れます。ボン入れます。京介がまだ釣れてて、
つおんのいつおんのもう終わります。うん、終わってる。はい、終わります。で、まあその味血抜きして、で、その冷解水なんかボン入れますよ。入れるんはええっすけど、だんだん血に染まってきます。最後に入れたやつなんでね、もう入れるときはもう血に染まってますよ、クーラーボックス。その中にまた血抜き入れて、これまたそんな血まみれになった冷解水の中に味入れてね、また帰ってくるんちゃうのっていう、そういう不安あるんですよ。確かに。その辺はほんまに大丈夫なんですか？そのお悩み解決しましょう。はい、海水が真っ赤に染まっちゃいました。いっぱい釣れて、はい、鬼締めのいいとこですよね。どんどん入れるだけっていう。でも入れていけば入れていくほど血は真っ赤っかに染まってって、今やってた、じゃあこの後釣れちゃった魚入れたいけど、これ血抜けてもまた入ってきてんじゃないのか。そうです。これまず一つ目にお伝えしたいのが、僕たちが提案しているこの鬼締めっていうのは血を抜くためのエラー切りではなくて、もちろん血を抜くためではあるんですけれども、血を抜くことによって貧血を起こさせて、さらには冷海水でめちゃくちゃ旨味を閉じ込めるっていう方法なんで、血抜きという概念からちょっとずれてるんですよね。なので僕たちが一番に皆さんにやってほしいことって、魚を貧血さすことと冷海水で冷やし込むこと、これを第一番にやっていただいて、今皆さんがやってる血抜きだの神経締めだのっていうのをその後にやってくださいっていう感じでしていただきたいのと、もう一つ単純にこのクーラーボックスにボンボン入れていって真っ赤になってった血、これ多分皆さん単純に考えてもらったら分かると思うんですけど、水増えてる感じする？血で。いや、しない。そんな出てない。出てない。そう、真っ赤っかに全部血に見えるだけで、ほぼ海水なの。そうですね。そうやね。確かにそれは言えてますわ。そう、ほぼ海水なんで、あれそう見えるだけで問題ないです。多分ペットボトル1本分も出てないんじゃん。出てないでしょうね。まあちょっと水の中に赤い絵の具を垂らして染まったぐらいの感じですよね。で、皆さん画像では伝わらないんで疑問を持ってる方いらっしゃると思うんですけど、全く臭くないんで。マジで臭くない。っていうか、あれが臭かったら魚、全世界の魚ベチクソ臭い。ベチクソ臭いさやろ。全世界の魚臭いやん。あ、ベチクソ臭いです。ほんまに臭くないんで、ぜひ一回ね、釣り場でお試しください。全く匂わないんで。無臭です。はい、ということで、今回はね、血に染まった冷海水に魚をボンボン入れても大丈夫なのっていうね、コメント多かったんで、これについて今日は西田店長に解説していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお分かりいただけたでしょうか。この動画シリーズではどんどんこの鬼締めのことに対して皆さんの質問疑問を解いていきますので、ぜひぜひこの後もお楽しみください。鬼締めってなんやねんみたいなね、そういう方もいらっしゃると思います。何言うとんねんってな。はい、なんや鬼締めよ。西田の鬼締めってなんやそれ。言うてあっきゃわらんのって。隣に踊るやつあれなんやねん。全然魚さばかれへんけな、数が切られてと思ってるそこのあなた、ぜひチャンネル登録の方よろしく。あ、できへんの。大丈夫。今日すいません、調子悪いんですよ今日。上に物置こうとしたら背中いってもうて、うわー言うてたなさっき。ぎっくり背中やなこれ。釣りも行かれへんし、もう魚も持ち上げられへんし、包丁も持たれへんし、これもう帰ろうかな思ってまあね、ということでチャンネル登録の方を控えめにやらせていただきます。ではまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。声も出へんかった、痛くてそんな痛いの？ということで今日はちょっと西田店長も調子悪いんで、ここら辺で動画締めくくりたいと思いますんで、それではまた皆さんお会いしましょう。チャオ。大丈夫？いや、もう明日も休ませてもらいます。ありがとうございます。それはあかんて。そのあと休む口実やんそれ。One strike and it's over, no room for doubt or talk. See it in my moves, got them all hypnotized. When you should, it's only G-Man, watch the light in their eyes.